こんにちは、梅です。そんな仕組みがあるなら世界一周でもしてみようと思い立って2ヶ月。先のことはわからないし、割とすぐ実行。片道約200万とかの長距離ファーストクラスに世界一周航空券なら運賃120万4000円、空港使用料や燃油サーチャージを足しても150万円。お得。羽田、ダラス、カンクン、ニューヨーク、ロンドン、ドーハ、パリ、ロンドン、シンガポール、羽田を計画してみました。初めてのファーストクラスと世界の空港ラウンジ体験、主要都市巡り、オーロラを見たりびっくりするほど高いシャンパンを飲んだり、暑いところに行ったり、名所に行ったり、目まぐるしく移動した無謀な世界一周。無事に戻るまではショート動画も見てね。さて今回のプランはロンドンからシンガポール、ブリティッシュ航空ファーストクラス、ザ・フラトンホテルシンガポール、チリクラブを食べるです。前回のおさらい、ヒースロー空港です。最高峰空港ラウンジ、コンコルドルームでいいだけ飲んだり食べたり、アフタヌーンティーもバッチリ、カバナでのんびりシャワーも浴びて、広い空港、余裕を持って搭乗口へ。ブリティッシュ航空ファーストクラス、数分間隔で運行しているシャトルトレイン、搭乗口 C55、 いざ2回目のブリティッシュエアファーストクラスへ。ビジネスクラスは向きが互い違い、ユナイテッドで経験ある。ファーストクラスはすべて前向き。ロンドンからシンガポールへは13時間以上かかるけど快適そう。モニターも大きい。半個室タイプ。何かと思ったらライト。窓は2個。ボーイング787ドリームライナー。座席のコントロールとモニターのリモコン。さらに頭の横の扉を開けると棚と鏡。電源コンセントもあり、モニターの右、プッシュして開いて洋服掛け。モニター下の補助座席にヘッドホンとブランケット。アメニティ、パジャマ、スリッパ来ました。シャンパンとおつまみ来ました。では早速シャンパンで乾杯。幸せ。素足にスリッパ。メニュー、おすすめはスコットランド風グリルドハリバット。デザートのおすすめは温かいタルトタタン。高級シャンパンやデザートワイン。18時40分発の夜間飛行です。今回は乗り継ぎだったロンドン、バイバイ。 Wi-Fi はサクサク。アミューズ来ました。ビーツタンワースのソース。綺麗なお花を潰して美味しい。初めて食べたお味、ビーツとイギリスの伝統的な白カビチーズ。パンを選んで、英国産和牛のカルパッチョ、ハーブスタッフドローストチキン、ペッパーコーンソースをとろーり。美味しそう。美味しい。デザートにはアイスクリーム。今回も満足できるお食事でした。トイレです。着替え用の座面、おむつ交換台もセットできます。席に戻るときれいにベッドメイクされている。毛布とお水もセットしてある。本当に寝っ転がれるって疲れなくて何時間でも平気なんだよね。寝る。おはようございます。まずフルーツとヨーグルトなのか。朝シャンはリクエスト。幸せな朝のズブルーベリーヨーグルト。確かにお目覚めにいいかも。幸せのパンバター。フルイングリッシュブレックファースト来ました。ちょっとおなじみ。大好きなイングリッシュソーセージ。
美味しい。もう少し飛行機を楽しみたいけれど、あっという間の13時間。もうすぐ世界一周の最終目的地シンガポールに到着。ホテルへ。シンガポールチャンギ空港第1ターミナルジュエルに到着。シンガポールは10回ぐらい来ているし、周りがアジア人の安心感。シンガポールでの配車アプリはグラブを使用。日本語だし配車アプリは似ているので使いやすい。空港からの割引もあったり、ピックアップポイントへの誘導も親切。ソフトバンクやトヨタも出資しているとか。指定ドア付近で座って待てます。無事に乗車。グラブ。道路沿いのブーゲンビリアとマリーナベイサンズシンガポールフライヤー。シンガポールに来た感出る。ホテルまで25分ぐらい。ザ・フラトンホテルシンガポール。日本語表記では割とザ・フラートンホテル。レッドカーペット。ゴー。フラトンベアのお出迎え。フロントへ。アジア人が多くてやっぱりホッとする。でも英語が全くわからないのは同じ。お部屋へ。諦められてエレベーターホールへ。客室エレベーター6機。なかなかゴージャス。カードキータッチ式。5階。5階のエレベーターフロア。もう1回タッチで内扉を開ける。気品漂う廊下です。部屋番号583。カードキータッチでオープン。ヘリテージルームツイン38平米。広い。コロニアルスタイル。ちょっとクラシカルで高級感のあるお部屋。フラトンベア 25.8 シンガポールドル。スピーカー。リモコン。大型壁掛けテレビ。荷物置きとクローゼット。ツインベッドの間のチェスト。マスター照明カーテンスイッチ。電源コンセント。時計メモ電話。ベッドの足元に電源各種。ワーキングデスクには社長の椅子。机の上の扇子はプラナカンミュージアム案内。サイドテーブルに電話。蓋を開けると電源コンセントがいっぱい。 USB もあり。カフェテーブル、ソファー椅子、ミニバーコーナー、コーヒーマシーン、スナックなど。オープナーとピカピカグラス。引き出しに TWG のティーバッグ各種。コーヒーポーション。2個のボトル。洗面所横のろ過済みの飲料水を汲めと。ボトルは持って帰るなと。外板と一体で冷蔵庫が開く。中身は少なめ、すべて有料。ビール17シンガポールドル、2100円ぐらい。オレンジジュース14シンガポールドル、エビアンは10ドル。湯沸かしポット。バスルーム、浴槽あり。浴槽にもシャワー。真っ白きれい。洗面所、スクエアワンボール。全面ライト付き鏡。シャワールーム独立。シャワーチェア。レインシャワー。わかりやすいサーモスタット。小さいハンドシャワー。ディプティックのバスアメニティ。トイレ独立。自動開閉でウォシュレットあり。バニティミラー。コップどうなの。コンセント、観葉植物、ティッシュ。これが飲料水。2ハンドル混合水栓。ディプティックのハンドソープ、ボディーローション。ハンドタオル、アメニティボックス。久々のフル装備。
歯ブラシも2本あり。シンガポールのプロフェッショナル向けヘアケアブランドタフト。クロセットです。アイロン台非常灯。バスローブ、ナイトウェア、木製ハンガーたくさん、クッションハンガーあり。スリッパ、ふかふかタイプ。横開き転機式セーフティーボックス。容量普通、意外と便利な小物トレー。荷物置きの下の引き出し。ケーブルバッグ、ブラシ、靴べら、ランドリーバッグ。シャツ20シンガポールドル、ドライクリーニングとプレスで35シンガポールドル。ビューはテラスに出られる。ビューは国旗。プールに行く。ボタンプッシュでエレベーターホール。2階フィットネススイミングプールスパ。表記に従ってタオルたくさん。フィットネスセンターフラトンスパ。雨上がりで人の少ないインフィニティ25メートルプール。気持ちのいいインフィニティプール。ライフジャケットあり。シャワー。壁流し。シンガポール川。アンダーソン橋。うわー、懐かしい日本語表記。タオル入れ。水、デトックスウォーター。フード、飲み物は電話でオーダー。レストランへ。夜の綺麗なフラトンホテル。クラシカルなスタイルを持つパラディアン様式の建物。ドーリア式の円柱。徒歩3分でマリーナ湾。マリーナベイサンズとアートサイエンスミュージアム。マーライオンが近いレストランはパームビーチシーフード。ネット予約できなかった有名な星付きシーフードレストラン。ダメ元で行ったら素晴らしい席へ。カクテル2000円ぐらい。マーケットプライスって怖いけどチリクラブも食べるでしょ。世界一周旅行最後だし。カクテルクイーンオブハート。チリクラブ来た。どーんと結構大きいぞ。カクテルで乾杯。おいしそう。カニバサミもカニスプーンも出ないものなの。周りの人たちもハサミなし素手とお箸で食べてるし。揚げパンを食べよう。とろーりソースをつけて。おいしい。マリーナベイのショースペクトラが始まる。たくさんの見物人が集合。こんないい席なのにレストランの人たちは誰も見ていない。おいしいからかな。さて、大きいハサミ割ってあるのでなんとか身を出せる。身がたっぷり。おいしい。ハサミないのか聞いたら来た。やれやれあるじゃん。手袋装着。ここからが本領発揮。はい、ピカピカいただきました。美味しかったけど覚悟の上とはいえ日本円で3万円超えです。音は聞こえないけど結構楽しめる。何より気持ちいい。美味しい、楽しい、気持ちいいベイサイドでした。ホテルに戻る。ロビー階のライトが派手でもなく地味でもなく素晴らしい。シンガ
ガポールも今までいろんなホテルに泊まったけど、ここにも来れてよかった。お部屋に戻るとナイトターンダウン済み。アペレスのラベンダーピローミスト。ホテル内散策。ザ・フラートンショップ。スカーフや小物など。伝統的な赤い丸いポストとフラートンベア。集荷時間国内海外郵便月曜日から日曜日午後5時。TWG の紅茶フラートンベア。かわいい。ランニングサポート。ザ・フラトンヘリテージギャラリー。1928年完成したフラトンビルやシンガポールの歴史について、郵便通信について、ホテル1階にギャラリーとして場所が確保されています。このビルには中央郵便局をはじめ政府機関など重要な機関が入居したそう。便利な Google 翻訳。フラートンビルが完成した時、シンガポールは歓喜に包まれました。ウォーターフロントはシンガポールの歴史の特別な位置。シンガポールの最大級の不動産開発会社の創設者共造。チャンギ国際空港へフラトンホテルをチェックアウトして、グラブ。やっぱり20分ぐらいで到着。雨粒のようなオブジェが楽しい第1ターミナル。エスカレーターを降りてジュエルへ。ターミナル1に隣接して建てられた巨大な複合施設。有名な人工滝レインボルテックスは圧巻。滝の周囲はフォレストバレーと呼ばれる熱帯植物園。大迫力。目的はここ。アーリーチェックインカウンター。アーリーチェックインはありがたいけど、初めてだと分かりやすくはない。アーリーチェックインして楽しみにしていたラウンジ巡りと JAL のファーストクラスでの帰国は次回、無謀な世界一周最終回で。お会計です。物価の高いシンガポールで安くはないけど歴史ある憧れのホテルに泊まれてよかったです。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。応援をよろしくお願いします。